どうもこんにちは、4号ハウスのひげこえです。今回も動画を見ていただいてありがとうございます。今回は富士フイルム X-E4 についての設定動画を撮っていきたいと思います。どんな方に見ていただきたいかというと、富士のカメラを買ってみたけど設定に困っている方、あとはカメラを初めて買った方、細かい設定や使い方がわからなくてあまりカメラを楽しめていない方、そんな方に見ていただければなと思います。今回はフィルムシミュレーションの設定のお話ではなく、Q メニュー、マイメニュー、ファンクションメニューといったショートカット系のメニューについての設定がメインとなっています。カメラのメニューを見てもよくわからないと感じる方もいらっしゃると思いますので、もしよろしければ参考にしてみてください。個人的に便利だなと感じているメニューをショートカットに設定しているので、参考になる部分もあるかと思います。フィルムシミュレーションの設定動画について見に来ていただいたっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、そういった方はもしよかったら X100V とか XT4 用に作ったフィルムシミュレーションのカスタム動画がありますので、そちらのリンクを貼っておきますので、もしよかったらご覧ください。というわけで前置きが長くなっても良くないので、早速始めていきたいと思います。では行ってみましょう。まず各ショートカットメニューにはそれぞれ特性があるので、どう使い分けるかというところから紹介します。Q ボタン、こちらの上の方の軍艦部にある Q ボタン、これなんですけど、クイックメニューといって、C1 から C7 までこれを C1、C7 っていう風な感じでフィルムシミュレーションのカスタム設定を決めることができて、撮影シーンや被写体、もしくはレンズによって使い分けるためにあるメニューっていう感じです。このクイックメニュー内ではハイライトとかシャドウとか露出に関係してくるようなパラメータを設定できるようにしておくと、結構使いやすくなるかなと思います。表示する項目も4、8、12、16と変更することができるので、使いこなせばかなり撮影の幅も広がるかなという感じです。次はファンクションキーなんですけど、X-E4 の場合はボタンが少なくなっているので、ファンクションボタンが Q とここの黒い点、この何も書いてないボタンと、あと AEL、AFL、この3つがファンクションボタンになっていて、あとはスワイプですね、フリック操作でできるこの上下左右の4箇所のスワイプに、ファンクションキーを割り当てることができます。ファンクションキーはボタンタイプとタッチタイプがあって、合わせて7種類のファンクションキーを設定することができます。僕の場合は結構ここのファンクションキーに大事なメニューを配置しているので、後でしっかりご紹介したいと思います。富士の最近のカメラは十字キーがない代わりにタッチディスプレイタッチファンクションが搭載されていますので、これに関してはちょっと使いにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、個人的には結構慣れてきたら全然使いやすいかなと思いますし、X100V とかよりも X-E4 の方がこのタッチ感度が結構高いかなというふうに思うので、この X-E4 に関しては結構使いやすくなってるんじゃないかなと思います。で、最後はマイメニューなんですけど、設定するまでは表示されない項目になっていて、設定をするとこのメニューボタン、メニューとか OK、 このボタンを押すと一番最初に表示される項目ですね、一番下ここら辺に見えるかな、マイって書いてあるんですけど、これが最初は何も入ってないんですけど、自分でカスタマイズするとこれだけ設定して表示されるようになります。で、結構1ページ目から2ページ3ページっていう風に作れるので、かなり順番を変えてたくさん登録することができるんですけど、個人的には一応これもショートカットに入ると思っているので、1ページぐらいに収めるのが使いやすいんじゃないかなと思っています。たまに使う機能をまとめておくと結構便利かなという感じです。早速なんですけど、クイックメニューからしっかり紹介していきたいと思います。デフォルトではこの Q と書いてあるところに割り当てられています。で、一応ファンクションキーなので他のメニューに変えることも可能なんですけど、このボタンの中には最大16個のショートカットを登録できるので、これをただのファンクションキーに割り当ててホワイトバランスとかの設定に変えてしまうとちょっともったいないかなっていう感じです。で、このまま Q ボタンとして使うのが一番おすすめですね。撮影するときに特に必要な機能で C1 から C7 まで状況に応じたカスタム設定を作っておくことができますので、このメニューを本気で設定すれば Q メニューだけで完結する可能性もあるかなというふうに思っています。基本的には全て設定してしまえば C1、C7、C6 とかそういうふうに使いたいものをこうやって変えるだけで、これですぐに設定が呼び出されて撮影をすることが可能なんですけど、撮影シーンや撮影環境に応じてこの辺のハイライトとかシャドウとか設定して、使い分けるという感じですかね。で、カスタム設定については Q メニューの画面になった時に Q ボタンを長押し、ここを長押しすると
カスタム登録を設定することができるので、ここからやっていくと早いかなと思います。一応メニューからもできるんですけど、こうやってやるのが一番スムーズにできるやり方かなと僕は思ってます。ではクイックメニューをカスタマイズしていきます。まず表示数を変更できるんですが、これはトップに戻ってメニューボタンを押します。このメニューボタンを押して、で一番下、マイメニューを設定していない場合だったら、この一番下にあるスパナみたいなマークのところに合わせて、これがセットアップメニューなんですが、この中の操作ボタンダイヤル設定の中の、クイックメニュー登録で、これがここの2行目3行目ぐらいにあるんですけど、これを変更することによって表示数が変わります。で一応4、8、12、16っていう感じで登録できるんですけど、これが、動画用と写真用と個別で設定することができてすごく便利です。で僕は、写真の方は8、動画の方は12っていう感じで設定しています。動画の方がなぜ多いかというと、動画の方はマイメニューとかを使わずに旧メニューだけでもうほぼ完結できるようにしたいなと思ったから、動画は表示数を多くしています。で、写真の方はこのクイックメニューだけではさすがにちょっと完結できないかなと思ったので、できるだけ絞ってパラメータだけ、シャドウとかハイライトとかそういったパラメータだけをここに置くようにして絞ったため8っていう感じになっています。表示数8っていう風に決めたら、ここでまたすぐに設定をすることもできるんですけど、表示数を変更する必要がない場合はここの9ボタンを長押しするとカスタマイズ画面に変わります。あとはクイックメニューの背景なんですけど、背景が黒か透明かっていう感じで選べるんですけど、これもセットアップメニューからですね。セットアップメニューの表示設定で結構最後までいって、3ページ目のクイックメニュー背景設定の動画と写真用があるんですけど、どちらも一応透明にしてます。で透明にすることのメリットなんですけど、各パラメータを変更した時の分かりにくいか、カラーだと分かるかな。このルックが変わるんですよね、見た感じが。これでちゃんと反映されているかどうかとか、この色味でいいかとか、このシャドウでいいかとか、明るさは大丈夫かとか、そういうのをこう背景が透明だったらちゃんと周りの景色を見ながら撮影状況に応じてこうやってちゃんと分かるんですよね、この透明だと。逆に黒だったらパラメータを変更するだけになるので、確認しながら変更することができないので、やっぱりここは透明にしといた方が僕は無難かなと思います。あともう一つ大切な項目があるんですけど、これがカスタム登録内容の自動更新設定っていうのがあるんですけど、僕はもうマイメニューに登録しちゃってるんですけど、一番上の画質設定のところの3ページ目のカスタム登録内容の自動更新っていうのがあるんですけど、便利ではあるんですけど、あんまり使いたくない時もあるんですよね。でこれはしないかするかに変更することができるんですけど、僕は基本的にはしないっていう感じにしてます。ただするにした方がいい場合もあるんですよね。一応後で紹介しますけど、マイメニューにおいて変更しやすいようにしています。例えば外で撮っている時にハイライトがきついなと思って変更した後に自動電源オフとかこう消しちゃった時に設定が残っているかどうか、ハイライトをプラス1にした場合とかに、その設定が残っているかどうかっていうことなんですよね。カスタム登録内容の自動更新っていうのは、撮影条件をそのまま残したい時にはすごく便利な機能なんですけど、設定を残しておきたい時はいいんですけど、残しておきたくない時とか変わってほしくない項目っていうのがあるんですよね。例えばフォーカスモード、オートフォーカスで撮るかマニュアルフォーカスで撮るかとか、シャッター方式とか、その辺の項目についても自動更新されてしまうので、例えば、マニュアルレンズを使う方っていうのはやっぱマニュアルフォーカスを使うこともあるんですけど、その設定が反映されたまま AF レンズに変えた時に MF モードのままになっていて困るみたいな感じなので、この設定に関してはちょっとよしあしあるかなっていう感じです。XE4 の場合はフォーカスモードの切り替えっていうのが、例えば X100V だったらここら辺に MF とか AF の切り替えレバーがついてたり、 XT4 だったらこの辺に切り替えレバーがついてたりするんですけど、それがないので、この物理スイッチやレバーだったりっていうのが削ぎ落とされているので、フォーカスモードの切り替えをこの中身に入れ込んでるんですよね、ソフトの方に。だから撮影環境的な部分に干渉してしまうので自動更新
されてしまうっていう感じですね。ちょっとややこしい話なんですけど、でそこはまあちょっと知っておかないといけない部分かなと個人的には思ってます。あとは僕のカスタマイズ項目なんですけど、シャドウとハイライトは絶対に入れてます。どの機種でも。で外と中で全然印象が変わることが多いので、すぐに変更できるようにしておくとすごく便利だなと思います。やっぱりカスタマイズしていても、それが確実にどのシーンでも使えるとは限らないので、置いといた方がいいかなって感じですね、この2つは。で次はカラーですね。カラーはちょっとサイドが高すぎるなっていう時とか、そういう時もあるかなと思うので、もうちょっと人肌を濃くしたいなっていう時も逆にあるかなと思うので、ここに入れてます。グレインエフェクトは粒子感をちょっと追加したい時とか、逆に、少なくしたい時とか、そういう時もあるかなと思うので、一応入れています。であとはここは明瞭度ですね。明瞭度は結構僕はプラスとかマイナスとか使ってるんですけど、これをやることによって保存する時間がかかるんですよね。撮影した後にちょっとやってみます。ちょっとありえないぐらい遅いんで、これを、例えば外でたくさん撮りたいとか、子供をじっくり撮ってる場合じゃないとか、そういった時もあるかなと思うので、ゼロにしておくとやっぱ普通に早いですね。なのでこれは一応設定すぐできるようにしておいた方がいいかなとやっぱ思いますね。あとはここの2つなんですけど、カラークローム系ですね。これはどっちでもいいんですけど、あると便利です。ちょっと空の青さが足らないなと思ったらカラークロームブルーを追加したり、カラークロームエフェクトはレッド系なので、花とか撮るときに追加してあげるとか、そういった使い方がいいんじゃないかなと思います。基本的にはもう最初から設定しているままなんですけど、たまに設定を変えてあげると楽しいカメラなので、この辺はやっぱりこれぐらいは入れといた方がいいかなと思いますね。表示数8って言っても、ここの一番左上はカスタマイズの設定なので7ですね。なのでハイライト、シャドウ、カラークローム系2つの明瞭度、グレインエフェクト、カラーっていう感じが僕の設定です。であとは動画モードでも一応設定できるんですけど、あんまり必要ないかもしれないんですけど、ここはサクサクいきますね。こっちは表示数12にしていて、フレームレート、ハイライト、シャドウ、ここはやっぱ入れますね。でダイナミックレンジも変更しやすいようにして、であとは動画専用操作モードの絞りをここに割り当てたりして、でカラーと ISO 設定と、あとはフィルムシミュレーションでシャープネス、ノイズリダクションでクロップ倍率固定モードオン、なんで入れたか忘れちゃったんで、大して必要ないかなと思うんですけど、これは変えてもいいやつかなと思います。で動画のところで一応説明しておきたいのが、このフィルムシミュレーション、これを入れている理由なんですけど、フィルムシミュレーションの設定は写真の時には入れてなかったんですけど、動画では C1、C2 などのカスタム登録ができないので、一応ここに入れています。ちなみに XT4 とか、多分 S10 もできると思うんですけど、その動画に対してもカスタム設定を割り当てられる機種っていうのも存在するので、もしかしたらそのあたり設定できるかどうかっていうところが動画向けかどうかの違いになってくるのかなと思います。XE4 に関してはここはフィルムシミュレーションは入れておいた方がいいかなという感じです。次はファンクションキー。ファンクションキーはファンクションボタンが3つとタッチファンクションが4箇所で、計7つあります。で最近は十字キーがなくなったっていうことがデメリット、使いにくくなったと言われていることも多いんですけど、その代わりにファンクションキーが充実しているのかなと思います。ただタッチファンクションの場合は若干聞きづらいような感じはあるので、タッチファンクションよりも一応ファンクションボタンの方が優先順位は上かなと思います。なので重要なのはファンクションボタンですね。でタッチファンクションは初期設定で使えないので、一応一番下の、またメニュー操作からなんですけど、スパナーマークのセットアップメニューの操作ボタンダイヤル設定の2ページ目に行ってタッチパネル設定、ここですね、3つ目のタッチファンクションをオンにする。これが多分最初オフになってたと思うので、それをオンにしてあげるとフリック操作ができるようになります。あとショートカットキーをカスタマイズする方法なんですけど、すごく簡単なやり方がありまして、それがディスプレイ、ここのボタンですね。これを押すと長押しするとこんな感じで Q ボタン、ファンクションボタン、上スワイプ、左、右、下で AEL、AFL ボタンっていう感じで、この7つのボタン
についての、カスタマイズ、ファンクションボタンのカスタマイズを、ディスプレイ、バックボタンを長押しすることによって簡単にカスタマイズすることができます。一応セットアップメニューの操作ボタン、ダイヤル設定、ファンクション設定っていうところからもできるんですけど、ここのショートカットを使えばとても簡単です。僕の設定についてなんですけど、左が AF モード、シングルスポット、ゾーンフォーカス、ワイドトラッキング、オールっていう感じであるんですけど、シングルとゾーンを使うことがあるので一応ここに割り当てています。基本的にシングルですけどね、あると便利かなと思って割り当てています。で、次は上は ISO 感度設定ですね。これはXE4 の場合 ISO 感度の設定がこの物理ボタンに割り当てられていないので、ここら辺とかにボタンがないので、ここでしっかり操作できるようにしておくと便利だと思います。 ISO はやっぱりちょっと変えることはあると思うんで、ここは絶対入れた方がいいですね。で次、右側の、右スワイプをすると、僕は一応動画モードなんですけど、フル HD でのハイスピード録画、スローモーションを設定してますね。スローモーションをできるようにするかオンオフどっちか選べるんですけど、これの設定です。下スワイプは顔検出オンオフなんですけど、これかなり便利ですね。ハイスピードの時みたいにオンオフかっていうこういう風に選ぶわけじゃなくて、スワイプすればオンオフこれだけで切り替わるのでかなり便利だなと思ってここに割り当てています。で子供を撮る時とかってやっぱ兄弟どちらも撮る時に手前の息子を撮りたいのに奥の息子に顔検出が合ってしまったりとかすることもあるんですよね。だからそういうことを回避するためにどっちも撮りたいとか選んで撮りたいとかいう時はやっぱり顔検出をなしにするっていう感じでやっているので、ここはやっぱりすぐ切り替えられるようにしておくのがいいかなっていう感じでここにしました。次はファンクションボタンなんですけど、Q ボタン、右上のこの無印ボタン AEL、AFL のボタンに割り当てることができます。で Q ボタンはそのままクイックメニューですね。先ほど紹介したこのメニューになるようにしています。 AEL、AFL のこのボタンのところにはフォーカスモードを置きました。 XE4 はこのフォーカスレバーがないので、シングル AF、コンティニュアス AF、AFC かな。でマニュアルフォーカス、この辺を操作できるようにしておかないと、スムーズに設定できるようにしておかないと結構困ることが多いと思うので、これは絶対どこかに割り当てるべきだなと思います。あと右上なんですけど、これは、動画レリースっていうのがあるんですけど、ここを押すと動画撮影が始まるんですよね。ここに割り当てなくてもいいんですけど、全然こっちとかに割り当ててもいいんですけど、ここを押すだけで動画を撮ることができるようになります。これ X100V とかにもあったらかなり嬉しいんですけど、 XE4 からなんかな。 XS10 とか絶対できると思うんですけど、 XE4 これできるのめちゃくちゃ便利ですね。で一応この動画モードの注意点なんですけど、オートですね。設定はシャッタースピードとかその辺を決めることはできないので、本格的なシネマチック動画とかには向いてなくて、僕とか子供を動画を撮りながら追いかけるとか、そういう時には結構活用できるんじゃないかなと思います。日常 Vlog とかぐらいだったら全然使いやすいんじゃないかなっていうふうに思います。この動画ボタンの便利なところとかいいところ、 XE4 とかなり相性がいいところっていうのが、写真モードのまま撮れるんですよね。通常だったらここのドライブメニューのところから動画モードに変えて動画を撮らないといけないんですけど、普通はそれをしなくても写真メニューのままこうやって撮ることができるんですよね。これがめちゃくちゃ便利で、しかも動画の時にフィルムシミュレーションのカスタマイズ登録をできないっていう風に言ってたんですけど、この写真モードのまま動画を撮ることによって、写真のカスタマイズ設定を反映して動画を撮ることができるっていうのがかなり最高です。Q メニューからこのまんま動画を撮れる。で C4 はちょっと青っぽいんで分かりやすいと思うんですけど、このまま動画を撮れる。なのでフィルムシミュレーションのカスタマイズをそのまま反映しつつ撮れるっていうところが最高なポイントです。であとここのタッチファンクションのところにハイスピードも割り当ててるんですけど、それの理由がこれですね。これでもハイスピードになるんですよ。見えますかね。フル HD8 倍ってなってるんで、8倍スローモーションでこの
動画レリースボタンを押すだけで8倍スローモーションとか、5倍とかも撮れるようになるので、それがかなり便利だなと思ってこのファンクションキーにハイスピードを設定しています。動画モード正直必要ないんですよね、このカメラだったら。多分このカメラでシネマチックのめっちゃ本格的な動画を撮るっていうことはおそらく僕はもちろんないんですけど、多分動画向けのカメラじゃないっていうのは結構皆さん分かってると思うので、ついでに撮りたいなっていう時にこの動画レリースボタンっていうのはめちゃくちゃ便利かなと思います。もう一個めっちゃ便利なことがあって、それがオートでコンティニュアス AF、AFC になるんですよね。子供とかを勝手にオートで追いかけてくれるので、基本的には動画モードにした時は AFC モードで撮るんですけど、それをオートでしてくれるっていうのはめちゃくちゃ便利です。かなりいいですね。これ買う前知らなかったんですけど、 XE4 買って一番びっくりしたポイントかなと思ってます。これにボディ内手ブレ補正がついたら本当に最強なんですけど、ついてないんですよね。で今ちょっとこの機能をしっかり活用しようかなって思った時に、富士フイルムも一応手ブレ補正がついているレンズっていうのがあるので、ちょっとレンタルしてみたんですよ。でまだ届いてないんですけど、 XC レンズっていうのがあるんですけど、それがコンパクトで手ブレ補正が3段分ついているものがあるので、それを使って気軽に Vlog を撮ることができるようになるのかっていうのをちょっと検証したいと思っていますので、その辺もちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。ファンクションキーについてはこんな感じですね。めっちゃ長くなってますけど、マイメニューですね。最後はマイメニューなんですけど、これは最初基本的にはこの何も設定していなかった場合はマイっていうところがグレーになってて何も表示されていなくて、一番最初にセットアップメニューの基本設定からここにマイメニュー設定っていうのが2つあるんですけど、これも写真と動画両方割り当てることができます。マイメニュー設定なんですけど、個人的にはちょっとついでみたいなところがあります。基本的には、クイックメニューで全部完結できるんだったらそっちの方が絶対いいんですけど、それに収まりきらないメニューなんかをマイメニューに登録するっていう感じですね。まず写真についてのマイメニュー設定を紹介していきます。僕の設定ですね。まずホワイトバランスですね。一番最初はホワイトバランスってパラメータ系になるので、なんでここに割り当てているのかっていうふうに疑問を持たれる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、この Q メニューのところに例えばホワイトバランス割り当ててみますけど、ここにホワイトバランスを割り当てたとして変わることは変わるんですけど、 WB シフトができないんですよね。簡易的に変更することしかできなくて、やっぱ色調補正的なやつができないんで、それができないのはちょっとやっぱ困るので、マイメニューの方に設定をして、そしたらよく見かけるこの画面になるんですけど、ここからだったらこの右に移動してこの WB シフトをしっかり設定することができるので、マイメニューに入れています。でマイメニューの一番上に入っているので結構アクセスしやすい場所かなと思うので、これは結構気に入ってますね。2つ目はマウントアダプター設定。僕はマウントアダプターを介してマニュアルフォーカスのレンズをつけたりもするんですけど、その時に、実焦点距離を入れるので、実際の焦点距離フルサイズ換算とかよく言われますけど、そちらの焦点距離じゃなくて実際のこの 50mm のレンズをつけるんだったら 50mm っていう風にここに入れるっていう感じですね。これで何ができるかっていうと、焦点距離の設定と、今黒くなってるんですけど、威力周差補正と色補正と周辺光量補正っていうのができるようになるっぽいです。あんまりここ活用したことないんですけど、一応入れてるっていう感じですね、このメニューは。で次は AFC カスタム設定で、これは動画の時の設定なんですけど、動画の AFC モードで被写体によってこの被写体保持特性とか速度、被写体への AF 速度などに関する設定を変更できるんですけど、これが結構便利で、1番2番3番4番5番ってあって、前後に激しく動く被写体向けとか、そういう風に結構シーンごとに分かれてるんですけど、これめっちゃいいですよね。6番だけカスタマイズできるので自分でカスタマイズできます。でももう基本的にこの急加速急減速する被写体向けとか、この言われるがままにもう子供向けとか結構似てると思うんですけど、こうやって設定しておけば問題ないんじゃないかなと思います。あと、前半でご紹介したカスタム登録内容の自動更新設定、これはすぐにするに変更できるようにするためにここに置いてます。
カスタム登録内容の自動更新をしたい場合もあると思うんですよね。そういう時のためのマイメニュー登録で、次がワイヤレス通信。ぶっちゃけ富士フイルムのこのワイヤレス通信ってあんまり精度高くないというか、遅かったり操作しづらかったりするので、あんまり最近は使ってないんですけど、一応ないと困る場合もあるので、今すぐ写真をスマホに入れたいとかっていう時も、もしかしたらあると思うので、ここに一応すぐアクセスしやすい場所に置いてます。で、シャッター方式ですね。これは電子シャッターとか、メカニカルシャッターとかそういった感じで設定できるんですけど、基本的にはやっぱりXE4 って音がいいのでメカニカルシャッターがいいんですけど、4000分の1までなんで、シャッターがどうしても開放で撮りまくってたら4000分の1を超えることってやっぱあると思うんですよね。なので8000分の1とかその辺になった時にメカニカルシャッターから電子シャッターに変わるような設定にしてるんですけど、これを一応変更しやすいようにここに置いてますっていう感じですね。でこのマイメニューっていうのはこのメニューにいろいろ入ってるんですけど、この中から自分が好きなものを選ぶ感じですね。実際これだけメニューあってもいらないものが多いんですよね。あると便利だけどほぼ使わないみたいなのが結構あるんで、それをここにマイメニューに集約するっていうイメージかなと思います。やっぱり今使いたいっていう時にすぐ使えないっていうのは結構不便だと思うので、このマイメニュー登録できるのはすごく便利かなと思ってます。あとは動画メニューの方なんですけど、動画に切り替えた時にマイメニューも切り替わります。これもまたここから設定するんですけど、セットアップメニュー基本設定のマイメニューの動画で登録でこうやってどんどん探していきますね。僕の場合は F ログ撮影っていうログ、動画の、色の薄い動画、後から色調整をしやすい動画を撮る場合があるんですけど、XE4 では正直撮ることはほぼないんですけど、XT4 というカメラで F ログ撮影をした場合、やっぱりこっちも F ログ撮影をしないといけないんで、それで使う場合があるかなと思って一応ここに設定してます。あとはブレ防止モードっていうのがあるんですけど、これは今グレーになってるんですけど、一応この XE4 は手ブレ補正がついていないので基本的にオフなんですけど、今ちょっとレンズ側に手ブレ補正がついているものをレンタルしたので、それが届いた時にすぐこれを使えるようにするためにここのメニューに入れています。前半でも言ったんですけど、ここの旧メニューのところにこの2つのモードを割り当てられることができたら、正直この動画メニューではあんまりこの動画機っていう感じじゃないので、動画のマイメニュー設定をするまでもないかなと思っているので、この2項目しか入ってないという感じです。もうこんだけだったら正直なくてもいいぐらいなんですけどね。という感じで今回はちょっとめちゃめちゃ長くなってしまったんですけど、 XE4 のカスタムメニューとかそういった設定、ファンクションキー、旧メニュー、マイメニューの設定はこんな感じで僕はやっています。正直途中で分けようかなとも思ったんですけど、全てが結構連動していますので、今回は長い動画になってしまいますが、ちょっと一緒に撮らせていただきました。分かりにくい部分ももしかしたらあるかもしれないので、その場合はコメントで教えていただければ、別々の動画ももし撮れればというか、編集で多分どうにかすると思うんですけど、その辺も調整したいと思いますので、もしよかったらコメントをいただければなと思います。で、今後フィルムシミュレーションのカスタム設定についても、こちらの XE4 もしっかり動画を作ろうと思っていますので、もしよかったら見に来ていただけると嬉しいです。で、人によってこのどのメニューを選ぶかっていうのは違うと思いますので、僕の動画を見て参考になる人もいれば参考にならない人もいるっていう感じだと思いますし、僕は動画も撮るのでこのファンクションキーに動画メニューも入れたりしてるんですけど、動画を全く撮らない方だったらこのファンクションキーにも全部写真用のメニューを割り当てることができるので、もっと簡潔に済ませることができるかなと思いますので、その辺はご自身に合った活用方法をぜひ考えてみてもらえればなと思います。今までめんどくさくてちょっと設定をしてなかったとか、そういったことも人によってはもしかしたらあるかなと思いますので、この動画をもし見ていただいた方が設定を見直すきっかけになればいいなと思ったりしています。それでは今回はこんな感じで終わろうと思うんですけど、もしよかったらまた見に来ていただけると嬉しいです。今回は本当に長くなってしまって申し訳ないんですけど、ここまで見ていただけてありがたいなと思っております。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。